てなっちゃん先生。レボートバイチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。なっちゃん先生です。ということで、この企画ついに3回目です。 U ターンから始まり、次がライディングポジション、そして3回目。ちょっと何やるか今回も聞いてないんですよ。ということで、ブレーキブレーキですか。そっか、ブレーキか。どうなんだろう。皆さんはブレーキ常に意識してかけてますか？ちなみに私はですね、ちょっとぶっちゃけ常にではないですね。ジムカーナーをやってる時とかはすごく意識してますけど、公道を乗る時とかは実際そんなにですね、大きなバイク、シート高の高いバイクに乗る時は停車する時にこけたくない、立ちこけしたくないっていう気持ちがすごく強いので、そってかけるように気をつけてますけど、その他の街中で例えば左折する時のブレーキとか、ちょっと前の車がブレーキかけたなって時のブレーキ、高速とかの時ねはそこまで意識してなかったかもしれません。なので皆さん、今回は私と一緒にブレーキのかけ方見直していきましょう。ブレーキといえば皆さん一番に思い出すのは教習所の給水度だと思うんですよ。なのでちょっと給水度やってみようかなと。私ちょっとさすがに教習所出てから給水度やることってなかなかないじゃないですか。なのでちょっと思い出してみます。まずはフロントブレーキだけをかける給水度を行います。普段フロントブレーキだけで止まってるっていうイメージはないんですけど、ちょっとリアブレーキ踏まないようにしなきゃな。じゃあ行きます。どうでしょう。なんかまっすぐはしっかり止まれたと思います。じゃあ次はリアブレーキだけをかける給水度をします。リアブレーキだけだとね、なんか結構ちょっと不安だな、そんな風に止まることないからなって思うので、ちょっと不安な気持ちもあるけど、勇気を出して教習所ぶりに頑張ります。びっくりした。もうロックしてリアめっちゃこんな触れちゃって、私も最後止まるときちょっとびっくりしてフロントブレーキもつい握ってしまいました。そのくらいリアブレーキだけってやっぱちょっと危険なんだなって思いました。よし、さて最後にフロントブレーキとリアブレーキ両方バランスよくかけてみたいと思います。普段これが皆さん一番よくやるのかな。よし、できます。おっと、ちょっとアクセル今開けちゃいましたけど、でもこれが一番距離短く止まれたし、なんか自分の不安感もなかったですね。今見てもらって分かったように、リアブレーキだけよりもフロントブレーキだけの方が制動距離が短くなりました。でもやっぱり両方一緒にかけた方がより安定して止まることができました。やっぱりね、フロントブレーキだけグッてかけちゃうとフロントのサスペンションが沈み込んでしまって前下がりになって、少しライダーの方も不安がなんか大きくなってしまうと思うんですよ。そしてリアブレーキだけでもタイヤがロックしてしまったりだとかして、お尻が滑ってしまって振られてしまって、よりねそこも危険を感じてしまうと思います。やはり両方バランスよくブレーキをかけてあげることが、より安定したライディングにつながっていくことが改めて分かりました。ブレーキって
普段街中で乗っているとそんなにねこうちょっとラフに扱ってもそんなに危険域まではいかないとは思うんですけど、実はこの間私、ジムカーナの大会に出た時にこんなブレーキングでの失敗をしてしまいました。さあ通行してスタートしてきましたのはゼッケン5番をつけています。これは2本3本目かな、3本目で転んでしまった平島選手。はい、もう本当にこの時はね、もう何が起きたか全然分かんなかったんですけど、本当私のねちょっと雑な性格が出てしまったのか、ブレーキをもう乱暴に扱いすぎてしまいました。私が普段バイクに乗ってて一番ブレーキングを意識する時は元ジムカーナをやってる時だと思うんですね。でそういう時ってやっぱこう元ジムカーナはちっちゃいターンだったり大きいターンだったりいろいろ組み合わさってるんですけど、多分無意識にその都度ブレーキの仕方を変えてると思うんです。なのでまずは皆さんちょっと見てみてください。では、今このちょっとジムカーナ的に8の字っぽくパイロン置いてもらったので、前輪のブレーキだけ使って後輪のブレーキだけ使ってとかいろいろブレーキの違いちょっと体感していきたいと思います。じゃあ行ってきます。じゃあまずはフロントブレーキだけでやってみたいと思います。なんだろう、なんかこうしっかりとなんかちゃんとブレーキしてくれてるっていう実感はすごくあるんですけど、なんかこの回った後この後半回転の後半の処理がすごいしづらい。こうついこうなんていうか分かります？そうなっちゃうんですよね。ガクガクしちゃって後半の処理をちょっとスパーッとがしづらいかなと思います。なんだか思ったようには動かせない気がします。じゃあちょっと後半の動きが微妙だったのでリアブレーキだけで今度は8の字します。今度はリアブレーキだけですね。いきます。なんかこれですね、ハンドルのなんか切れ方はちょっと悪い気がするんですけど、でもこうスピードのコントロールがすごくしやすいですね。でも私第1回目この教えてなっちゃん先生の第1回目で言ってたなんだっけ U ターンの時ですね、スピードのコントロールはリアブレーキでするんだって私言ってましたわ。そうだ自分で言ってたわ。だからね、そりゃ思いますよね。スピードのコントロールこのね後半の時のこの踏んだ時の前後のピッチングがこうリアブレーキだと少なくしてもこうちょっとした減速をしてくれるから、細かな動きができるって思います。じゃあ今度は両方かけてやってみます。なんか私も第2回で言ってたのにだんだん女の子乗りになってきちゃったな。腰が反ってきてるし、撮影って緊張するもん。いきます。でもこう両方かけることによってよりなんかより思った通りにバイクを操れるというか、そういう気が私的にはするんですけど、こうハンドルもすごい私的には切れやすくなってて、こっちの方
方が乗りやすいなとは。これなんかこの最後、私がこの後半フロントブレーキ離してるの時分かります？こうやってその時にちょっとリアのこのさりげない感じをなんか今改めてこうブレーキングの回で改めてこうやって意識して、私こうやってブレーキしてたんだってちょっと感じてます。今までジムカーナの練習でもなんかここまで両方の関係性について考えたことはなかったかも。どうかな。どうでしょう。やっぱこのね、またアクセルを再び開けるときに私的にはなんかリアが少し残ってるとなんかいきなりバーンって加速しないから、なんかそれがコントロールに私の中での乗り方ではつながっているのかなと思いました。はい、なんかカメラの前でこんな風に発言するのはちょっと緊張したんですけど、こうね、私がこうやって、なんだろう、フロントブレーキそしてリアブレーキのなんだろう違いについてこうやって改めて体感できて、あ、今回のこの企画なんだろう、自分も勉強になったなってすごく実感しました。今回の教えてなっちゃん先生はブレーキということだったんですけど、こう改めてブレーキにっていうことを考えてみるとですね、四輪の方はこうペダルを踏むとこう4つのそれぞれのタイヤに、そのね適切なこうブレーキの力がかかってるんですけど、二輪にとっては前輪と後輪で分かれてるんですよね。その意味が少し前よりもより理解できたような気がします。そしてですね、急制動と8の字両方行ったんですけど、急制動の時はフロントブレーキはこう力強さを、そしてそのねリアブレーキの時はそれをアシストするブレーキの力をお互いねこうあってこそなんだなっていうのを感じたし、こう8の字の時、その時はフロントブレーキは旋回力を、そして、リアブレーキはスピードコントロールをしてくれるんだなって実感しました。それぞれね前と後ろそれぞれに分かれている意味、それぞれの役割があるんだなっていうのを、私もそして見てくれてる皆さんもきっと分かってくれたんじゃないかなと思います。そしてそのねそれぞれの特性を理解してバランスよく使いこなせることによって、よりそのバイクが持ってるスペックをそのままに使いこなせる、乗りこなせるっていけるんじゃないかなって思いました。皆さんも自分のバイクの特性、それぞれね車種によっては違うと思うんですけど、それを理解してブレーキのことも理解して自分のバイクたくさん乗ってあげてください。